この動画は巨樹巨木自然樹形研究会の提供でお送りいたします。巨樹巨木自然樹形研究会、これまでもこのチャンネルでいくつかの作業動画を紹介してきました。とてもさつき盆栽とは思えないほど大きく太い素材を扱い、日本のみならず世界中からも注目を集めています。作業は2025年になって間もなく、肌に感じる風が冷たい1月4日。さつきは休眠期で根を多く切る鉢上げ作業には最適な季節。作場を見渡せば刈り込み作業真っ最中といったところ、今回鉢上げするのは硬化。大きく広がった粘りが見事で、巨木が数百本と言われる東海の作場においても一つ飛び抜けた素材。多くの愛好家が一目置き、鉢上げされる日を待ち望んでいた木です。この場所に植えたのは2000年頃、およそ25年前。当時は幹回り30センチほどの素材でした。今となっては当時の面影はもはやありません。15年ほど前は左位置の枝の下の部分に隙間がありましたが、枝が太り、粘りと一体となっています。いかに太く大きくなったかが分かります。これも2000年ぐらいに入れたやつなんですか？ああ、路地に入れてる2000年ぐらいだ。25年ぐらい経ったってことですよね。当時はどのくらいの太さだったんですか？当時はなんでもあれだよ、ちっちゃかったよ。ちっちゃかったんです。それはあそこだから、あそこからこれがくっついちゃってるのかね、ぐーっとこうやって。この木だけ特別大きくなったっていう感じなんですか？違う、みんな太っちゃったよ。みんな太ったけど。で、来年開けてるように、こうやって最初からこれつけちゃうの。ああ、やって枝ついてね。こういうとこ咲くよ、咲くのは。ほんだけど、ちょうどいいとこへこれつけちゃうの。こうやって、こうそう。花みんな組んじゃってるの。赤も脇さ出るし、ちゃんとかんざしになってて。そうですね。俺大体みんなかんざしつけんだから。はい、やってみましょう。一回そらからやっこの辺から。こっち掘っちゃんだべ。こっち掘っちゃって。こっち掘っちゃって。この辺入れちゃってじゃあいいかな。こっち掘っちゃったのかよ、こっちぐーっと。こっちね、こっち側だけね。まず掘っちゃったのか。あら、やって。まずは根を傷つけないように周囲を掘ります。サラサラとした赤土で掘りやすく、スコップや根切りを利用しながら掘り進めます。いくつか太い根が伸びています。鉢に入れる時に邪魔になるので、あらかじめ切っておきます。縦に50センチほど掘った後、木の真下を掘り進み、根を浮かせていきます。もっと深く掘ったら深く。結構厚みねえとダメだから。東海のさつきの太り方について、古くからこの作場を知る塚田氏によると、これまでは枝を横に伸ばし、芽数を増やして棚を作り、姿をよく見せるのがさつきの定番の作り方でした。しかし、立ち枝を利用し、芽数を少なくすることで力強い新芽を伸ばし、さつきの持つ生命力を引き出す培養方法がこれほどの成長を遂げる結果となりました。しかも露地で培養中に芽を厳選して枝の動きを出し、今後の姿を想定しながらの刈り込み剪定を続けたことで、現在の力強い姿が作られています。この刈り込み作業は年に一度の作業で簡単そうに見えますが、このバランス感覚はなかなか難しく、簡単に真似できるものでもありませんと語ります。根っこは取れてるからですね。今度はそこに板入れれば。板入れて滑らしちゃいます。後ろいらぶつくろ。はい。半生が。板。あまりの大きさで持ち上げることができないので、ロープを根に回し、引きずるように運び出します。そうかい。心配するぐらいです。オッケーだね。じゃあそっちとこっちで同時にね。これ俺上にロープが上がらないようにまっすぐ前に。せーの。よいしょ。いいね。これが邪魔なんだ。ちょっとゆっくり。よいしょ。危ない危ない。ちょっとゆっくりゆっくりゆっくり。せーの。よいしょ。すげえなこれ。おお、やるよ。よっこいしょい。せーの、よいしょい。
回っちゃって待っちゃってる。せーの。こっちが弱いね。せーの。植え付け当時はここまで大きくなることは想定していなかったので、ビニールハウスの開口部から出すことができません。出口を壊して運び出します。一人。おい、はい、二人。それで。そのまままっすぐ。これでまっすぐだね。せーの。よーらよ。せーの。よっこいしょ。こっちが長すぎるかな。大丈夫。せーの。よーらよ。せーの。よーいしょ。取った。掘り上げてみるとその大きさがよくわかります。樹高は115センチ、木幅は190センチ、幹回りは88センチ。粘りが大きかったのでもっと太さがあるようにも見えましたが、それでも高架の中では最大級の太さでしょう。毎年冬の休眠期に枝の動きを調整しながら刈り込みをしています。1年間でこれだけ力強い芽が伸びているのは樹勢の良さとさつきの力を引き出す枝作りのなせる技です。まずは枝の切り込みをします。これまでは路地で幹の太さ、枝の太さを作るために芽数を少なくする切り込みをしていましたが、鉢に上げてからは枝先の芽数を増やして展示会を目指して仕上げていきます。これまでの切り込みに比べて芽数を多く残して切っていきます。全体の輪郭を整えるのと同時に今後伸びてくる芽やボリュームが出てくる枝を想像しながら切っていきます。時に枝を抜いたり長さを調整したりします。こなるよ。ほんでも臓器だって面白いよ。始まっちゃう。いくらなんても。ほんでも今はあえて生産者がいないからな。買いたくたって買いには。これは大体仕上げ。あ、もう仕上げるんです。ここからねちっかい時はここからここ伸ばすんで太らせるために作ってだからちょっとやんなここでこんだけで流れでこれでいかないけどほんで大体実が出ると2年ぐらい早くできる。あ、そうですか。だからここで始まっちゃう。だからこれちっちゃくやったくでここで2、3本でビョーンってだからそれなんでじゃあもういつもよりも早く仕上げるつもりで今切ってるんですね。だから芽数ちょっと多めに残して。だから長いべ。長いです。ここからほんで広いべよ。できちゃう。今年のだから来年春でんべ。だから再来年かかる。ああもうそうですね。だからどっちもちぎっとけばいいや。こんだけでかいとお化けだな、ほんとにな。ああ、お化けの感じがするよ。
山かいや一回今これ楽だろ。これ使っちゃうとスッキリいらねえから。何より切れれば大丈夫なんだよ。切れると力不足だから。さつきは自然界では株立ち状になり、上に伸びにくい性質があります。樹幹部の輪郭は作りにくいので、今の段階から意識的に多くの芽を残しておきます。これだけの大きさのさつきでもおよそ2時間で切り込み終了です。さつきは鹿沼土単葉で培養するのが良いとされています。水持ち、肥料持ちの良い赤土などの露地で培養していたさつきを鉢上げする場合、保水力の異なる用土が混じらないように露地の土は全て落としていきます。これを根洗いといい、さつきの鉢上げでは定番の作業で、かなりの労力を要する作業です。5人で全方向から根をほぐし、赤土を落としていきます。赤土が湿っていると落としにくいので、鉢上げ数日前から水を切って土を乾かしておきます。表土の固まったところや根の間、裏側など残っている土を全て落としていきます。この時、少しでも多くの根が残るように丁寧に作業します。これ乾かしてるんですか、しばらく。そう、この切るにもほら水あると水出ちゃうから。ああ、はいはい。切ってるから。もうできたな。このさつきの最大の魅力ともいえる大きな粘りの全容が現れました。効果は大きくなりやすい品種ではあるものの、どうしてこの木だけがこんなに大きな粘りになったのか、その答えは15年前のひと手間にありました。約15年前、路地植えにしているさつきの中でこの木を含めていくつかのさつきの根の表面を整理していたそうです。表土をかき出し、重なっている根や強すぎる根を整理したそうです。この作業により唯一無二ともいえる大きな粘りが作られました。15年ぐらい前だわ。根っこをこうやってかっぱえてみんな開いたんだよ。ああ、そうなんですか。それがこれくっつかってたね。これは特にそうだ。粘りよくするため。粘りよくするとね。この根気は手間かかってんだところで。それいくつかの木でやったんですか。そういう作業をいくつかやったんですか。いや、俺知ってるのはこれだけ。この木だけ。いや、俺見たいんだ。ああ、そうなんですか。それやってあとあそこの角終わったら加工もやったんだよ。だから粘りんだ。あんな加工をね。俺はこれして何ですか、路地上の上を落としてかっぱえて、この根っこをある程度こうやって拾って真っばって、そんでまたそこに仕掛けたわけよ。粘りよくするために15年ぐらいなんべな、もうだからこれそこに根っこそれがくっついたから、このあれがよくなってるの。大事だな。
後ろ切るからぐるっと回してもらえっかな。気をつけて。いいですか。いや通すよ。はい。マジだっちゃ大事だ。やっぱり高山系とはね、こっちがな。それいいな。かな。通常根洗いといえば何時間もかけて行う作業ですが、大人数で作業すればこのサイズの木でもおよそ1時間で用土が落とせました。洗い場へ運び、高圧洗浄機で幹や枝の汚れ、根の間に残った土を洗い流していきます。一番でかいの1メーター。植え付けを予定している木箱は内寸で幅80センチ、奥行き70センチ、かなり大型の木箱ですが、これに収まるように根を切り詰めます。木箱は手作り、大型のさつきの場合、4人で持ち運びする際に持ちやすいように長い持ち手をつけています。真ん中下洗いた。洗いましたよ。これもう10分やんか。これまで。木箱に鹿沼土を入れ、さらに木を逆さまにして幹の真下に用土を足してから木箱に据えます。こっち
大事か。ここだけなんで。こっちは入ると思うよ。またそこ山に来てもらって、一回やめ。そっち。そこ山にそっちは復活。ゆっくりじゃあ。せーの。いやこれせい。ゆっくりね。いい感じ。箱押さえてすごくね。これすごい。こっちまあかんな。入れるか。こんなに入れる。じゃあ土入れてもらった方がいい。前後左右の傾きをしっかり確認して大量の鹿沼土を足していきます。根の隙間に空洞があると新根が伸びてこないので、空洞ができないように竹箸でしっかり突き込みます。あと一体か。あと一体だな。絶対入った入るよ。大きい入ったな。こいつどんどん入ってる。そう。これだけの人数で1日変わっちゃうのさ。大体入ったな。あとは電脳でやってみるか。最後に鹿沼土の飛散と乾燥防止に水苔を表面に貼って作業終了。最終的な樹高は105センチ、木幅160センチ、幹回り88センチ、花毛も確認済みの最高峰の硬貨が鉢上げされました。今後枝が密になるよう作り込み、展示会で日の目を見る日が待ち遠しい一樹です。巨樹巨木自然樹系研究会の皆さん、お疲れ様でした。